はいどうも岸田模型です。今回は長谷川24分の1マツダ RX-7 79年デイトナ24時間レース仕様のデカールを貼っていきます。ボディ塗装後 2,3 日乾燥させてデカールを貼ります。レーシングカー作るのは久しぶり、そしてデカール貼りが苦手なのでグリーンのストライプの部分は塗装でやろうかと最初思ってたんですが、今回は全てデカールでやってみます。このキットのデカールは少し固めで個人的には貼りにくかったです。特にストライプのところはだいぶ苦戦しました。このグリーンのストライプのところはデカールシートに補修用のデカールがついているので、それを使ってなんとか貼り終えました。最近のレーシングカーと比べるとカラーリングがシンプルなのでデカールは少なめですね。これでボディのデカールがすべて貼り終えました。この後1日2日程度デカールを乾燥させてクリアコートします。クリアコートも一気にやるとデカールを傷めてしまうので、最初は軽くなじませるように拭いて乾燥させて 2,3 回に分けてコートしています。やらかしました。クリアでデカールを傷めてしまってデカールにところどころクラックが入ってしまいました。ここはリタッチしてリカバーします。リアのパワードバイロータリーのデカールはシャインレッドでリタッチしました。グリーンのストライプもところどころクラックが入ってしまいました。とりあえずデカールの段差を1500番のペーパーで解いて慣らしておきます。あとデカールがところどころ浮き上がってるところもあるんですよね。これはデカールの密着が悪くてクリアで傷めてしまったのかなと思います。グリーンを作ります。この色の元のシアンとイエローでだいたい近い感じのグリーンを最初に作って白と黒で明度を調整します。ドンピシャとまではいきませんが、まあまあいい感じになったかなと思います。これでリタッチしていきます。最初筆で塗ってたんですが、どうも色の差が出てしまいそれが気になるということで、このカラーリングはですね幸い単純なのでマスキングしてこの緑のストライプの上から全部塗装してしまうことにしました。ちょっとグリーンの部分が黒っぽい感じになってしまいましたが、まあまあ見れるところまではリカバーできたんではないかと思います。この後ボディにクリアコートを再びします。今回は研ぎ出しなしの吹きっぱなしで仕上げてみようと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回。